あなたは国によって死刑の方法が違うことを知っていますか？日本の死刑は公主刑、アメリカは薬物注射や電気椅子が一般的。しかしイスラム世界には現代の我々の感覚では信じられない残酷な方法が今でも残っているんです。1999年12月、パキスタン北部の古都ラホールで一人の男に死刑判決が下されました。男の名前はジェイブド・イクバル。表の顔は裕福な家庭に生まれ育った一流企業に勤めるエリートでした。しかしその本性はパキスタン史上最悪のシリアルキラー。誰もが死刑は当然と思えるような残酷な犯罪者でした。しかしそれ以上に彼に言い渡された刑罰が衝撃的なものだったんです。その刑罰とは、全身を100に切り刻んで酸で溶かす。衝撃的な方法での処刑を宣告された殺人鬼イクバル。彼はなぜこれほどまでに残酷な刑罰を与えられてしまったのか。そこにはイスラム世界ならではの特殊な法律があったのです。おそう月島でもんじゃ焼きとお好み焼きめちゃくちゃ食べてケンちゃんです。美しすぎる罪で処刑される女、闇闇子です。本日皆様にご紹介するのは人類史上でも類を見ない残酷な処刑を言い渡された男、ジェイブド・イクバルについてなんです。そんな残酷な処刑されるほどの罪を犯したってことでしょ、彼は。おっしゃる通りですね、闇子さん。このジェイブド・イクバルですね、殺した人数、その殺害方法を含めても歴史上でも類を見ないね、本当に凶悪犯の一人なんです。そしてこのイクバルの犯罪が明るみに出たきっかけは一通の手紙がきっかけだったんです。警察に届いた手紙。遡ること22年前の1999年12月、今回の舞台はパキスタン北部の古都ラホール。この日、警察署と新聞社に一通の手紙が届きました。手紙の差出人はラホールに住む当時38歳の男、ジェイブド・イクバル。その手紙の内容は衝撃的なものでした。なんとイクバルは6歳から16歳の少年たちを性的に虐待した後、殺害したことを手紙で告白したんです。さらに殺害後の遺体は酸で溶かして川に捨てたと書かれていました。警察は当初いたずらかと思い手紙を真剣に受け止めませんでした。しかし同じ手紙を受け取ったマスコミがイクバルの住居を訪ねたと聞き、すぐに警察も捜査を開始。捜査官が自宅を訪ねると、イクバルは自宅の裏に流れる川に飛び込んで逃亡。一方の警察はドアを破りイクバルの自宅に乗り込みました。するとそこには信じられない光景が広がっていたんです。なんと床や壁には被害者の血の跡が残り、至る所に少年のものと思われる衣服が残されていたんです。また奥の部屋からはビニールに入れられ酸で溶かしている途中の肉片も発見されました。そしてビニール袋にはそれぞれ少年たちの写真と名前が付けられていたんです。同じ部屋からは被害者の名前と殺害日などを詳細にまとめた犯行日記も見つかりました。一方逃亡したイクバルはそのまま新聞社のオフィスに赴き、犯行の詳細を語りました。じゃあ逃げんな。そして翌日に出た新聞にはこんな見出しが載りました。ラホールに住む男が100人の少年を殺害。100人も殺してたの？本当これ一人でもあかんすけど、もう100人殺しても想像つかないですよね。でイクバルはですね、本当にもう卑劣な方法でね、子供たちを誘ってたんですよ。狙われた子供たち。イクバルが警察とマスコミに手紙を送る半年前の1999年の6月頃、たびたびイクバルは街で見かけた少年たちに声をかけ自宅に連れ込んでいました。なんでついてくん？そしてイクバルは嫌がる少年たちを無理やり暴行し、激しい拷問を加えていたんです。そうして歪んだ欲望を爆発させた後、この狂った男は少年の首を鎖で締め上げ殺害していました。息絶えた少年の遺体は室内で細かく解体し、強酸に漬け込んで溶かしたんです。溶かした遺体は自宅の裏を流れる川に捨てたといいます。さらに驚くべきはその犯行のペース。イクバルが100人を殺害するのに使った期間はたった半年。しかしイクバルがこれだけ次々と殺人を犯していたにもかかわらず、警察はおろか地元の住民さえその凶行に気づいていなかったんです。いや、半年で100人って誰か気づくでしょこれ。そうなんですよね、でもやっぱイクバルはですね、いろいろ考えて、あるターゲットに狙いを定めていったんです。ベトナムの皆さんも一体どんなターゲットなのか予想してみてください。事件が新聞で報道されるや否や、行方不明の子供を持つ親たちがイクバルの家に殺到。親たちはいなくなった我が子の持ち物や写真はないかと探し回ったんですが、そのほとんどは自分の子供を見つけることはできませんでした。なぜならイクバルがターゲットとしたのはラホールの街で物乞いをする孤児ばかりだったから。
イクバルは街の広場に足を伸ばし、金をちらつかせれば簡単に連れ出すことができたと言っていました。最低だな。イクバルは一見すると身なりの良い金持ちの紳士。警戒心のないお腹を空かせた少年たちは疑うこともなく、イクバルの自宅までついていったわけなんです。逮捕される直前、イクバルは新聞社でこう語っていました。私は後悔していません。500人だって殺すことができました。しかし、私は100人の子供たちを殺すことを神に誓っていました。この誓いを守りたかったんです。その執念別のとこに使っても。神に誓って何よ、そんなこと求める神なんていないわよ、マジで。いません。もう意味わかんない。何言ってんの、こいつ。もういません、そんな神。まあね、この言葉のね、意味をね、知るには、イクバルがなんで犯罪に手を染めてしまったのか。そのね、理由を知らないといけないです。では、ここからね、イクバルがなぜこのような犯罪に手を染めてしまったのか、早速見ていきたいと思います。裕福なビジネスマン。1956年10月8日、パキスタンのラホールにてジェイブド・イクバルは生まれました。父親は裕福なビジネスマン。8人兄弟の6番目に生まれたイクバルは何不自由ない恵まれた環境で育つんです。地元の高校を卒業したイクバルは大学に進学。日本だと普通の経歴のように感じるかもしれませんが、パキスタンの大学進学率は 10% 以下。日本とは違い、本当に裕福な家庭の子供しか大学に通うことは叶わないんです。さらにイクバルは学生のうちに父親からの支援を受け、金属加工の会社を起こしていました。おまけに起業に伴い父親から豪華な別荘まで譲り受けていたんです。恵まれてるにも程があるんじゃないの、こいつ。もうね、イクバルは完全に裕福層のね、息子だったんですよ。ここまで聞くと、なんか家庭とか環境とかの問題じゃないように聞こえるけど、どういうことなの？実はですね、イクバルの過去には別に大量殺人に結びつくような環境とかね、経歴っていうのはなかったんです。しかしね、この後イクバルはあることがきっかけで、社会に敵意を持ち始めるんです。父親から別荘を譲り受けたイクバルはそこでお気に入りの少年たちと共に暮らし、何不自由ない生活を送っていました。イクバルの性愛の対象は若い少年たちだったんです。イスラムにおいて同性愛はご法度とされているんですが、パキスタンやアフガニスタンの国々には少年愛の伝統が存在します。そして裕福な男性にとって美少年を奴隷や愛人にすることは一種のステータスになるというんです。無論法律で禁止されてはいるんですが、多くの少年たちが金持ちの男性に囲われていることは公然の秘密とされているんです。これにはパキスタンならではの国内事情が関係していると思われます。パキスタンの貧困率は2015年の統計で 24.3%、約4人に1人が貧困層だというんです。また家庭内でも不平等があるのがパキスタンの貧困層の特徴。貧困層では5歳未満の子供のうちの3分の1以上が栄養失調だという報告もあるんです。つまり貧困でその日食べるご飯もない子供たちが生きていくために金持ちの男性に囲われることが黙認されているんです。しかしイクバルにステータスや貧困層の状態などは関係ありませんでした。実はイクバルは少年たちと別荘で暮らしていた頃に3回も少年を虐待した罪で摘発されているんです。大量殺人の後、新聞社で犯行の一部始終を告白したイクバルは警察に摘発された当時のことを次のように語っていました。あの時私は警察にひどく殴られました。頭が潰れ背骨を折られました。それ以来私の体は不自由になりました。私はこの世界が嫌いです。あの時私の母は私のために泣いていました。だから私が殺した100人の母親にも子供のために泣いてほしかったんです。何意味のわかんないこと言ってるわけ、この人は。これが私の正義だって言われても誰も認めないよ、こんなの。なんか暴力をね振るった警察ってのはもちろん最悪なんですけど、それをね半ば憂さ晴らしみたいなね、そのイクバルの勝手な感情に巻き込まれた子供たちっていうのは本当にかわいそうですよね。しかも孤児だったんで、それを悲しんでくれるね母親もねいなかったんですよ。もう全てが本当に最悪ですよ、これは。ふざけんじゃないわよしか出てこないよ、これは。ですがね、こんなふざけた犯行にも仲間がいたんです。目には目を。警察は逃亡したイクバルを逮捕するためパキスタン史上最大規模の捜索隊を組織。その結果イクバルは新聞社でこれまでの犯罪を告白した後に一時逃亡していたんですが、すぐに逮捕されました。それと同時に3人の共犯者も逮捕されることになったんです。1人の人間がわずか半年足らずの間に誰にもバレずに100人の人間を殺害し遺体の処理まで行うのは到底無理な話。イクバルは自分の命令に従順な者たちに犯行を手伝わせていたんです。驚くべきは共犯者の正体。共犯者として犯行を手伝っていたのはイクバルが囲っていた少年たち。先ほども話したようにイクバルは若い頃から自宅にお気に入りの少年たちを囲っていたんです。そして逮捕された時にもイクバルは自宅に13歳、15歳、17歳の少年を愛人として雇い3人とベッドを共にしていました。そう、大量殺人の共犯者とはこの3人の少年たちだったんです。共犯者の少年たちはすぐに自分たちの罪を認め、主犯のイクバルよりも先に判決が下りました。まず13歳の少年には懲役63年、15歳の少年には懲役182年、17歳の少年には死刑判決が下りました。残
残るは主犯のイクバル。そんなイクバルは裁判で信じられない証言をしたんです。私は子供たちを殺してない。自白は警察による暴力的な取り調べによるものだ。でっち上げに過ぎない。しかしいくらイクバルがそう主張しても、自宅に残された酸に使った遺体の肉片、殺された少年たちの衣服、殺害現場に残されたメモの筆跡など証拠はありすぎるほど。結果イクバルに下った判決は死刑。そして処刑方法について裁判官はこう告げたんです。処刑は被害者を物色した広場で行う。首を絞めて殺した後、遺体を100に切り刻んで酸で溶かす。いやこれってもうイクバルが少年たちを殺した方法と一緒じゃない。そうなんです。イスラム法にね、のっとったね、うん目には目をってやつなんですよ。はいはというわけで本日のメトラキーワード、イスラム法、キサース。キサース。キサースとは裁判官の監視のもと被害者が受けたのと同様の苦痛を加害者に与える刑罰。古代バビロニアのハンムラビ法廷に出てくる目には目を、歯には歯をのようなものなんです。イスラム法では殺人や傷害があった時にキサースか賠償金かを被害者や遺族が選びます。逆に被害者が望まなければ死刑はされません。しかしイクバルの被害者は多くが孤児であまりに人数が多かったため、裁判所は問答無用でキサースを適用しました。犯罪抑止にはつながりそうなんだけど、ちょっと怖すぎるわ。まあそうですよね。まあ難しいところではありますよね。我々がそのイスラム法が間違ってるとは言える立場でもないんですけど、イクバルの凶悪な犯罪内容、そして異例のね、判決内容がね、世界中のメディアの注目になってですね、連日報道されるようになったんです。しかし、この事件は意外な結末を迎えるんです。イクバルが逮捕されてから2年後の2001年10月8日早朝、イクバルが入っている独房の様子を見に来た看守は異変を発見。なんとイクバルがベッドシーツで首を吊っていたんです。さらに隣の房では死刑判決を受けた共犯者の少年も死んでいました。パキスタン史上最も多くの犠牲者を出した連続殺人犯ジェイクド・イクバルはキサースで処刑されることはなく、自ら命を絶ったんです。しかし実はイクバルの死には疑問が残っています。イクバルのことは公式には自殺だと発表されました。しかし後にイクバルの遺体には暴力を受けた痕跡が発見されているんです。また牢獄に収監されたイクバルは警察に殺されると言って怯え、自殺未遂を繰り返していたという話もあるんです。イクバルと共犯者の少年は本当に自殺したのか。